ガンダムシリーズには別機体の案からデザインが流用され誕生した機体が多数存在します。特に初期の作品ではかなりラフに現場が進行していたこともあってか、主役勢力のための機体が知らないうちに敵勢力の機体に流用されたなんてこともあったようです。今回はそんな他機体からデザインが流用されたモビルスーツについて見ていきたいと思います。ガンキャノン。初代アニメ機動戦士ガンダムにおいて開始伝や隼人小林など名だたるパイロットに運用されたガンキャノン。ヒロイックなガンダムとは対照的な武骨なデザインで今も根強い人気を誇る機体です。そんな本機ですが、もともとガンダムの主役機となるべくデザインされていました。当初ガンダムの主役機案は富野監督による円柱角柱のロボットデザインから抜け出したい、本格的な SF をやりたいという要望をもとに巨匠大河原邦義と安彦義和氏によって進められていきます。そして大河原氏は宇宙服を基本としたロボットを、安彦氏はガンダム誕生に多大な影響を与えた作品である宇宙の戦士に出てくるパワードスーツをモチーフにしたものを提案しました。ただどちらも主役機向きのデザインではないとのことでボツとなり、後に大河原氏がデザインした侍モチーフの機体を安彦氏がブラッシュアップしたものがガンダムとなります。そして安彦氏のパワードスーツをベースとした案は大河原氏がブラッシュアップしガンキャノンへと生まれ変わりました。なお安彦氏の原案ではほぼガンキャノンとしてのベースは出来上がっており、同氏のデザイン技術がいかに優れているかが伺えるのではないでしょうか。ゼータガンダムの没案。機動戦士ゼータガンダムの主役機であるゼータガンダムは航空形態であるウェーブライダーのデザインと変形機構の秀逸さから今もなお傑作可変機として語り継がれています。この可変機というアイデンティティは制作当時のトランスフォーマーをきっかけとした変形ロボットブームに乗っかった結果取り入れられたもので初期から決定していました。ただ制作陣は意味もなく変形機構を取り入れることを嫌ったため、変形を用いる必然性があるデザインが求められたのです。そのためデザイン決定までに膨大な時間が費やされ、数多くのゼータガンダム案が生まれました。中にはアニメ本編に登場する機体に流用されたデザインもあります。100式。クワトロ・バジーナが狩る100式もその一機です。100式の原案となったのは当初ゼータガンダムのメインデザイナーを務めていた長野守氏がデザインしたゼータガンダム初期案でした。長野氏はまだ作品の内容すら不透明な時期に富野監督からゼータガンダムの主役モビルスーツを作ってほしいとオーダーされます。その際富野監督はあえてデザインの方向性は定めず新しいガンダムを作るよう要望。これを受け長野氏が生み出したのがこちら。 V 字アンテナもなく細身で頭身の高いスタイルは以前のマッシブなガンダムとはかけ離れたデザインでした。特に当時は MSV の流行もあったことで装甲を重ねるミリタリー色の強いデザインが主流でしたが、そんな中ここまでスタイリッシュなデザインを生み出せた長野氏の非凡さを感じられます。ただゼータガンダムメモリアルレーザーディスクボックス1に封入されたブックレットによると、長野氏はそもそも変形というコンセプトに消極的で、意地でも変形させてやるもんかという思いから可変機らしくないプロポーションに仕上げたようです。そんな経緯もあり本機は結局ゼータとして採用されずじまい。後に長野氏がメカデザイナーから降板したこともあり、本デザインは宙に浮いた状態になりますが、急遽抜擢された藤田和美氏によってブラッシュアップされ100式として生まれ変わりました。なお長野氏のゼータガンダム初期案はそのままゼータガンダムとして採用されることはなかったものの、各部の要素はゼータガンダムやネモなど様々な機体に受け継がれており、ゼータガンダムにおけるモビルスーツの礎となっています。サイコガンダム。他にもゼータガンダム案としてデザインされたものの別機体として生まれ変わったものの一つがサイコガンダムです。漆黒の巨大ガンダムとして登場し、その威圧感で全国の視聴者を恐怖させた本機も当初は主役機としてデザインされていました。ちなみにこちらのデザインは現場ではなくバンダイ側から提出されたゼータ案で、描いたのは超合金シリーズの生みの親として知られる玩具デザイナー村上勝氏です。デザインは初代ガンダムを踏襲したもので、提出された時点でほぼ現在サイコガンダムとして知られるプロポーションは完成されています。また
モビルフォートレス形態として知られるモビルアーマー形態も、もともとゼータガンダムにおけるウェーブライダーを想定してデザインされました。ゼータガンダム決定校となるウェーブライダー形態とはかけ離れた鈍重そうな形態ですが、それもそのはず。本形態は宇宙の戦士における降下用カプセルをモチーフにデザインされていました。つまり村上氏はゼータガンダムが変形する理由の一つ、大気圏突入のための変形という機能を重視し、大気圏突入用ポットとして可変形態をデザインしたのです。その結果、とてもゼータガンダムとしては採用できないデザインとなったのですが、現場としてはバンダイ側から提案された以上、無下にはできなかったのでしょう。そこで藤田氏がクリーンナップしてサイコガンダムとして登場させたと考えられます。ちなみに村上氏は富野監督にとっては因縁の相手とも呼べる存在のようです。書籍、それがビクトリーガンダムだ、機動戦士ビクトリーガンダム徹底ガイドブックでは、名前をぼかしつつも村上氏について言及していますが、少なくとも富野監督にとってあまり心象のいい存在でなかったようです。とはいえ村上氏がガンダムに多大な影響を与えていることは事実で、例えばシドミード氏がターン A ガンダムのヒゲのデザインに悩んでいた際、自らがデザインしたゴッドシグマを見せて、大丈夫、全く問題ない、俺にもこういうのがあると背中を押し、名機誕生に一役買ったというエピソードもあります。ハンブラビ。本作では他にも別機体のデザインから流用されて誕生した機体がいくつも存在しています。ヤザンゲーブルの蒸気として知られるハンブラビもそのうちの一機です。スポンサーの意向もあり、途中でゼータのメカデザイナーから降板させられた長野氏ですが、1985年の4月頃に富野監督から電話があり、あと2体ほどデザインしてほしいと頼まれたようです。その際は好きにデザインしていいと言われたこともあり、長野節全開でデザインしたのがキューベレーとハンブラビでした。ただアニメック1985年10月号によると、ハンブラビに関しては21話に登場するメタスを作ってほしいという要望に沿ってデザインしたと長野氏は語っています。つまりハンブラビは当初長野版メタスだったのです。なお当時の名前はメタスではなくクラックスという名前でした。ただ藤田氏によると、長野版メタスの決定校が作画印直前になった際、現行のメタスがいきなり上がってきて、メタスはこれでいくという流れになってしまったと語られています。確かにエウゴ側のモビルスーツにしては敵役感あふれる見た目なので、メタスとして採用できなかったのかもしれません。こうして長野版メタスはハンブラビへと名前を変え、アニメ31話からティターンズ側のモビルスーツとして登場しました。ちなみにハンブラビのデザインはもともとメッサーラとして描かれたラフデザインが元になっているようです。ゼータガンダムメモリアルレーザーディスクボックス1に封入されたブックレットによると、長野氏はハンブラビは僕なりのメッサーラと語っておられました。どうやらメッサーラは企画段階ではもっと重要な存在となるはずだったので、デザイナーはみんな自分の案をメッサーラとして採用してもらいたいと考えていたようです。つまり長野氏がメッサーラとなるべく生み出したラフデザインを後にメタスとしてクリーンナップ。そして決定校はアニメでハンブラビとして登場したという流れだったのだと思われます。ちなみに長野氏のハンブラビに関する発言には至る所で相違点が見られます。例えばゼータガンダムエースでは富野監督から敵型のモビルスーツをデザインしてほしいと要望されたと語っています。これはメタスを作ってほしいという発言とは一見矛盾するようにも思えます。これがハンブラビに至る経緯の説明を省くための発言なのか、それとも長野氏の勘違いなのか、メタスが敵用のモビルスーツとして想定されていたのかは不明です。ただ藤田氏が長野版メタスについて言及していたことから、ハンブラビとなるデザインがもともとメタスとして使われようとしていたのは間違いなさそうですが、果てして真相やいかに。リゼ他機体に流用されたというと少しニュアンスが違いますが、当初とは違う設定で登場した機体も存在しています。それがゼータガンダムにおけるアムロ例の愛機であるリゼです。アムロがジオン系デザインのモビルスーツに登場するという斬新さも相まって、今なお支持を集める人気機体で、今でもリゼの後継機が登場し続けています。そんなリゼですが、実は当初はハマーンカーン用のモビルスーツとしてデザインされていたようです。
1986年3月に発売された B クラブ第5号によると、藤田氏はもともとディゼをハマーンの乗るモビルスーツと想定してデザインしたのですが、同氏の知らないところでカラバのアムロ愛用機となってしまったようです。確かにディゼはかなりゲルググ系の機体に似ているため、ディゼがゲルググベースの発展型としてアクシズが開発した次世代モビルスーツという設定だと言われても違和感ありませんね。初期項のメモにはアクシズが可変モビルスーツを持っているとは考えにくいと書かれているため、藤田氏の頭にガザの存在はかけらもなかったことが伺えます。ちなみにアニメ放映当時、近藤和久氏がコミックボンボンで連載していた漫画版ゼータガンダムでは、ディゼそっくりなアクシズの量産機チャイカが登場しました。これは近藤氏が名指しを描くのが嫌で、ディゼをアクシズ用モビルスーツに見立てた経緯があるようですが、結果として当初の想定通りの使われ方をされるという珍事が起こっていました。 G5 デザインの原型が他のモビルスーツに流用されたというケースもあります。ガンダムダブルゼータに登場するアクシズ製モビルスーツであるドーベンウルフは、もともとガンダムらしいいでたちの機体としてデザインされていました。モデルグラフィックス1987年5月号によると、デザイナーの秋田上香氏は当初第2クール以降に登場するモビルスーツを想定して G5 というデザイン案を提出。しかししばらくリゲルグやドワッジなどの旧モビルスーツのバリエーション機が登場することになったため、ボツとなってしまったようです。しかし6月頃に現場から最終モビルスーツを描いてと言われたことで、秋高氏は胴体部をクリーンアップした G5 を再び持ち込みます。その後脚部を変更した第3項を提出。最終的に頭部のデザインをモノアイ式に変更して完成したのが現在ドーベンウルフとして知られる機体でした。ちなみに第3項でいくつかデザインされた頭部案のうち、ガンダムらしいデザインのものはクイーンマンサの頭部として流用されています。 G5 からドーベンウルフになってしまった理由としては、ジオン軍にしてはガンダムすぎるデザインだったからと語られています。頭部のデザインに物合いを取り入れたのもガンダムらしさを軽減する意図があったようです。なおその名前といでたちを見てわかる通り、本機の初期項は後にガンダムセンチネルに登場するガンダムマーク5のデザインへ流用されています。秋高氏はかねてよりガンダム対ガンダムが見たいという思いがあったため、 G5 のデザインを大幅に変更させられたことはかなり口惜しかったようです。そんな同氏の思いは後にモデルグラフィックスで結実し、ガンダムの歴史を大きく変えることになります。確かにアニメだと機動武闘伝 G ガンダムが出るまでガンダム対ガンダムという構図は基本的に見られなかったので、当時は許可が下りなかったのかもしれません。ガンダム F90 デザインが途中から方針転換されたことでボツとなったデザインが別の企画に流用されたケースもあります。 F91 の前身となる F90 もそんな背景を持つ機体です。ガンダム F91 4K リマスターボックスに封入された F91 ドキュメントコレクションによると、大河原氏は当初バンダイとリンクしながら新ガンダムのデザインを進めていたところ、富野監督から劇場作品ということでもっとチャレンジングな作品にしたいと言われ、今までのガンダムにない要素を取り入れることになったそうです。そこで大河原氏は当時ブームだった F1 のフォーミュラーカーのイメージを取り入れ、ガンダム F91 をデザイン。一方もともと主役機として進めていたデザインは映画内では説明できない世界観や設定の補強も目的としたプラモ企画機動戦士ガンダム F90 の主役機 F90 として利用されたのでした。ガンイージ他デザイナーへのアドバイスとして提出した案がそのまま別機体のデザインに流用された珍しいケースもあります。機動戦士ビクトリーガンダムに登場するギガミリティアの量産機ガンイージはそんな経緯で誕生しました。機動戦士ビクトリーガンダムボリューム1ニュータイプ 100% コレクション21によると、ビクトリーガンダムの主役機デザインを担当した加藤はじめ氏は当初デザインをまとめるのに難航していたようです。その際大河原氏が加藤氏に僕から見た君のデザインはこんな感じだよと大河原氏が解釈する加藤風ビクトリーガンダムのデザインを提示しました。加藤氏はこのデザインから逆算する形でビクトリーガンダムのデザインを完成させます。その後大河原氏が仕上げたビクトリーガンダム案はガンイージとして輸入されたそうです。他にも
ターン A ガンダムに登場するスノーは、ターン A ガンダムの案の一つとして提案されるも、その先進的すぎるデザインからボツになり、デザインそのものが高く評価されて、ディアナカウンターのモビルスーツとして採用されたようです。また、機動武闘伝 G ガンダムにおいて、第12回大会でウルベが登場した機体として回想シーンにだけ登場したウルベガンダムは、シャイニングガンダムの準備項から用いられたようです。ということで、デザインが他に流用された機体たちでした。作中での扱われ方は当初と違っても、今でもガンダムファンの心に印象強く残っている機体ばかりで、いかにそのデザインが秀逸かがわかるのではないでしょうか。ぜひ皆様が好きな機体もコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。